こんにちは。行政書士社会保険労務士の小園です。中小企業系のちょっといい話ということで動画をお送りしております。今回は外国人関連として在留資格の一つであります企業内転勤。こちらの審査要項が変わりまして、より厳格化をされるということが発表され、施行されております。こちらの企業内転勤の申請において公的書類でその実態を把握するということになっておりますので、その概要について見ていきたいと思います。今回の概要ですけれど、近年、日本に在留する外国人の数がどんどん増えてきているという状況の中で、いよいよ日本の人口における外国人比率が 10% 時代へというふうにも言われております。今現状日本に在留する外国人の人数はどのくらいあるのかというのをまずは見ていきたいと思います。そして2026年1月に新たに発表されましたけれど、外国人政策、こちら強制から秩序へという形で転換が図られました。詳細は別の動画でご紹介はしておりますけれど、その転換もありまして、それ以降、外国人の在留資格や取り扱いに関しての改正厳格化というのが矢継ぎ早に公表されております。2025年10月に発表されました在留資格経営管理の厳格化を皮切りに、頻繁に矢継ぎ早に外国人政策というのが対応変更発表されているという状況になっております。今までにですね、どのような変更対応というのがされてきたのかというのをまずは見ていったわけで、今回、新たに発表されました在留資格企業内転勤の審査の内容の変更について確認をしていきます。そしてこのような形で外国人政策、秩序を重視をして厳しくなってくる中、外国人雇用をしたいという企業も少なからずあるかと思います。そのような場合、どのような対応、準備をしたらよいのかについても解説をしていきたいと思います。まずは外国人比率 10% 時代へという形になってきております。今現状ですね、2025年末において在留外国人は412万5000人ということで、年々過去最高を更新をしているという状況になってきております。日本の人口は約1億2000万人になりますので、今現状外国人比率は 3.3% ほどという形になっておりますが、もうすでにですね、27の市区町村等では 10% を超えているところが出てきておりまして、2040年には日本全体として 10% を超えるのではないかという予測がされております。そんな中、増加を続く外国人在留外国人ですけれど、2026年1月の23日に外国人政策というのが発表されまして、従来の強制というスタンスから秩序へ方向転換をし始めた。そんな中にですね、外国人の方たちに対する影響が非常に大きく出てきている。そして今後、在留外国人の増加数にも影響してくるかと思います。では、どのような形で転換が図られたのかと言いますと、従来は強制、すべての外国人を孤立させることなく受け入れていくというスタンスからですね、ルールを逸脱する行為、制度への不正利用に対して厳格に対応していくという秩序へ転換をしていくという形になりまして、外国人の受け入れに関しましては、在留資格審査の厳格運用、そして強制退去対象の拡大、不法滞在への対応、またですね、制度の適正化ということで、税、社会保険料、医療費等の問題、またオーバーツーリズムへの対応といったところも図られてきている。また、今現状はですね、明確な内容は出ておりませんけれど、国土の適切利用ということで、各種購入における国籍の把握、取得のルール化というのを今準備が進められているという状況になっております。このような形でですね、外国人政策に対して、2026年になってから非常に矢継ぎ早に新たな政策が発表されてきているという状況ですけれど、
今現状ですね、発表されているものはどのようなものがあるのかということですが、まずは在留資格に関しまして言えば、経営管理の在留資格ですけれど、こちら、詳細は別の動画でご紹介はしておりますけれど、一番大きいのが資本金額ですね。3000万円に引き上げられたという形になって、近年のアンケート調査によりますと、今現状経営管理の在留資格を保有している方のうち 5% は廃業を検討しているというアンケート調査も出てきております。そして、要件が厳格化された後にですね、今現状、経営管理での在留資格申請数というのが 96% 減という形になって、ほぼ申請がなくなってきているという状況になっています。また、先日発表されました、日本において多く在留している技術人文知識国際業務の在留資格ですけれど、すべての業務とは言いませんけれど、一部の業務に関しては日本語レベル N2 相当が必要という形になってきております。またですね、帰化や永住、こちらは在留期間ですね、居住期間等の逆転現象が起きている関係で、こちら整理をしている。そしてさらに審査を厳格化をするという形で運用しています。これ以外にもですね、全体として在留資格審査に関しては提出書類が追加、厳格化されているという状況になっております。その他ですね、外国人政策としてはですね、外国人の外国免許証の切り替えですね、外免と言われるものですけれど、こちら審査、基準を厳格化をした結果ですね、合格率で50ポイント減少という形になっております。また、医療費の未払い問題というのもありますけれど、こちらもですね、厳格化のために基準の引き下げを行っている。その他ですね、派遣業における外国人派遣を行っている場合、今後ですね、もうすでになっておりますけれど、派遣先においても誓約書を提出することになっておりまして、外国人派遣の不適正な運用といったところを厳しく取り締まっていくというスタンスが示されております。そんな中でですね、企業内転勤という在留資格があります。この企業内転勤という在留資格は、海外の事業所からの転勤の際に申請をする在留資格になっております。外国にある本店、支店、関連会社の職員を日本の事業所へ期間を定めて移動させるというものになっております。業務内容としては、別の在留資格になります技術人文知識国際業務と同等という形のものが前提になっておりますので、単純作業、減業というのは禁止となっております。そして、こちらの要件ですけれど、転勤前の就労期間が1年以上あること、そして給与に関しては日本人同等以上という形になっておりまして、審査においてはですね、今までは在職証明書の提出でよかったんですが、もうすでに変更になっておりますが、今後はですね、外国での社会保険加入の証明書ですとか、外国事業所の法人登記の書類、また納税状況の書類等を提出をして、よりですね、実在性、そして勤務実態の立証資料というのが厳格化をされているという形になっております。今現状、技術人文知識国際業務というのは日本に46万人在留している一方でですね、企業内転勤というのは1万9000人ほどとなっております。こちらはですね、厳格化というよりも、やはりきちんと公的な書類を出してくださいという形になりますので、厳格化とまでは言えないかと思いますけれど、やはりですね、先に変更がありました技術人文知識国際業務に関しての厳格化を受けて、こちら企業内転勤を、悪いように使う可能性が出てくるというのも一つあるのかもしれませんし、より企業が申請する内容、立証資料をきちんと出して審査をするという形になっておりますので、こちらの企業内転勤ももうすでに運用が変わってきております。このような形で矢継ぎ早に変わってくる外国人政策ですけれど、ではですね、自社で外国人雇用をしたいと思ったらどうしたらいいかということですけれど、やはり在留資格審査においては該当性、基準適合性、そして
会社、そして個人の安定性、継続性というのを重視されてきておりますので、やはり受け入れ側の企業としては、業務の内容、配属、指導体制、労働条件、社会保険加入ですとか、賃金水準というのをきちんと整理をする。そしてそれが説明できるようにするというのがまずは第一歩。企業の説明が曖昧ですと、在留資格の審査でも不利になる可能性があります。また、雇用後に関しても在留期限、そして更新、転職、退職、そして業務の変更、また在留資格によっては家族の帯同ができるものもあります。雇用後も継続的な管理、フォローが必要になってきますので、そのような体制も構築をしてもらえればと思います。やはりですね、外国人、雇用したいと思った時に対応するのではなくて、外国人雇用計画を立てるという意識が必要になってきております。誰を、どの業務で、どの在留資格で、どのように育成をして定着をさせるのかという会社の人材戦略として外国人雇用を設計することが重要、必要になってきております。ではですね、自社でどのようにしたらと言いますと、やはりですね、業種規模等によって変わってきますので、外国人雇用を考えてみたい、少し知ってみたいという場合は、専門家にご相談いただければと思います。まずは相談の上、情報収集するのが一番かと思います。今日の内容が明日からの経営にちょっとだけ役に立つことを願っております。ご視聴ありがとうございました。それではまた次回。